突然ですが皆さんは引き寄せの法則や願いを叶える方法を試してみて、なかなか現実が変わらない。こんな風に思ったことありませんか？実は私たちが何かを願うとき、脳や意識よりももっと早くその願いを受け取っている場所があります。それが私たちの体です。今回はこのチャンネルでおなじみの右脳回帰の提唱者ネドジュンさんのメッセージをベースに、願うと体が先に叶っているという真実を神経科学、脳科学の視点を交えてお届けします。あなたの引き寄せの概念がガラリと変わり、今この瞬間から願いが叶った状態の自分とつながることができるようになるかもしれません。では最初にネドジュンさんのメッセージをお読みします。耳で聞きながらご自身の体の感覚をじわっと感じてみてください。私たちが何かを願うとき、実は私たちの体はすでに先へと変化を始めています。もうその願いが叶った状態の自分、そんな叶った私というレイヤーがすでにこの体の中に感覚として生まれているのです。いかがでしょうか？ネドジュンさんは私たちの体の一番深い部分、つまり思考の邪魔が入らない宇宙や本体さんと直につながっている細胞のレベルでは、願いを意図した瞬間にすでにその状態を体現しているとおっしゃっています。でも私今願いが叶ってないよって思いますよね。ネドジュンさんはこうも言っています。私たちの体の感覚は何層にも重なっています。その上にはもう少し鈍くなった日常的な体感覚があり、さらにその表面には自律神経に昔の痛みや苦しみを閉じ込めた凍りついた層がある方もいます。そうなんです。私たちの体はミルフィーユのように何層にもなっていて、一番奥深くにはすでに叶った未来の周波数があるのに、表面にある過去の記憶や傷が邪魔をして奥深くの感覚に気づけなくなっているだけなんです。ではこの体が先、思考が後という現象、そして凍りついていた層の正体とは何なのか、これを神経科学で紐解いていきます。スピリチュアルな話に聞こえる体が先に叶っているという現象ですが、実はこれ最新の神経科学で説明がつきます。まず神経科学の超有名な実験にベンジャミン・リベットの実験というものがあります。人間が手を動かそうと意識で決意する約 0.5 秒前に、すでに脳や体が動き始めているという実験結果です。つまり、私たちが、これやりたい、あれが欲しいと頭で認識する前に、すでに体と無意識はそちらへ動き出している。これが科学の事実なんです。また感情や願いのメカニズムにおいて、神経科学では体の反応が先で感情は後付けであると考えます。悲しいから泣くのではなく、涙が出て体がキュッとなるから脳が、私今悲しいんだと認識する。これを願いに当てはめるとどうなるのでしょう。あなたが豊かになりたい、運命の人に出会いたいと願うとき、実は脳が願う前に体の奥深く細胞レベルでその願いが叶った時の安心感や喜びの生体反応がミクロのレベルで一瞬にして発生しているのです。ネドジュンさんが言う本体さんと直につながっている細胞の感覚。これは解剖学的に言うと私たちの内臓や心臓から脳へと情報を送っている迷走神経のルートです。脳から体への命令よりも
体から脳への情報伝達の方が圧倒的に太くて速いと言われています。つまり、あなたの体の奥深くは未来の願いが叶った周波数をすでに知っていて、それを脳に送ろうとしている。しかしここで問題が起こります。それがネドジュンさんの言う凍りついた層です。ネドジュンさんは体の感覚は何層もの美しいグラデーションになっていると言います。私たちがワークや瞑想で体に意識を向けたとき、最初にぶつかるのが一番表面にある凍りついた層です。これは神経科学でいうところの過去のトラウマや強いストレスによって自律神経が凍りつきを起こしている状態です。幼い頃の我慢、言えなかった言葉、過去の失敗のショック、これらが消化されずに体の筋肉や筋膜、自律神経の中にゴミのように残ってしまっているんですね。だから体に意識を向けたときに、もやもやする、苦しい、胸が詰まると感じる。でもここでネトジュンさんはとても優しい言葉をかけてくれています。あなたが悪いわけではありません。表面の自律神経の中で凍りついている昔の辛さに意識がふっと触れてしまっているだけなんです。これすごく救われますよね。あなたがダメだから苦しいんじゃないんです。奥深くにある素晴らしい層にたどり着くために、表面の凍りついた氷が溶け出しているプロセスなんです。さらに、ネドジュンさんは病気や症状についてもこう言及しています。時には凍りついた苦しみが表面化して、細胞の病気や症状として体に浮かび上がってくることがあります。なぜ病気という形で現れるのでしょうか。それはそこを超えてもっと深く素晴らしい層へと向かうためです。これは科学的に言うとホメオスタシスの反転、あるいはデトックス、好転反応です。神経に溜まった古いエネルギーが外に排出されるとき、一時的に痛みや症状、不調として現れることがあります。それはあなたを苦しめるためではなく、もうこの古いコートのような過去のトラウマを脱いで、本来の軽やかなあなた、願いが叶っている層に戻るタイミングだよと、体からのサイン、浄化のプロセスなんです。ではここからミニワークに入っていきましょう。ネドジュンさんが教えてくれる未来のそれになった私の感覚。これに今の私たちはどうやって気づけばいいのでしょうか。ネドジュンさんのおすすめの感じ方をお話しします。リラックスして声に耳を傾けながらご自身の内側に意識を向けてみてください。イメージしてみてください。静かな川に小さなボートが浮かんでいます。あなたはそこに乗っています。あなたの意識を水の中に手首から先だけぽちゃんとつけてみてください。あ、冷たい水だな。最初はそれぐらいしかわからないかもしれません。でも流れている感じはする。ボートに乗って手をぽちゃんとつけたまま、ただ流れていく。あ、少しぬるくなったな。あ、また冷たくなったな。しぶきが立って泡立ってるな。ただその感覚を手で感じているだけ。
何かをつかもうとは決してしません。ただ手は川の中にある。あなたの体の中に意識の手が入っていて、ずっと水の中に浸かっている状態です。だから目の前を泳いできたカモを捕まえようとはしません。魚を捕まえようともしません。ただ水につけている。時には船に指をチクッと噛まれるかもしれないけれど、それでも何かをつかむ手にはならない。何もつかまないのです。多くの人がこういうワークをするときに、できない、何もわからない、つかめないと焦ってしまいます。でも、つかまなくていいんです。できるかできないかではないんです。ただ、手をつけているだけ、意識をそこへ向けているだけ、水にチャポンと手を入れているその感覚。その感覚を感じているとき、私たちの意識はパイプの形になります。パイプは中が空っぽです。素晴らしい意見も立派な考えも何もいりません。その瞬間、風が通れば風になり、水が通れば水になる。愛があふれれば愛になる。空っぽの時は空っぽのままでいい。これが私にとっての最上級の意識の形です。けれど私たちは普段ついつい掴む手になってしまいます。もっと深くまで手を入れなくちゃと力んだり、ここもダメ、あそこもダメと判断したり。でも本来の私たちはただのパイプです。通ってさえいればいい。何かを成し遂げる必要も、何かを無理に起こす必要もありません。私というパイプがただそこにある。その時初めて本体さんからのメッセージが通り、生命からの愛が通ります。自然の風も心地よさも通る。そして、生きててよかったなという感覚がじんわりと通っていく。ただ感じている。それだけでパイプはパイプのままでいられます。もしこれを定義するなら、私は悟りと呼ぶでしょう。そしてあなたがパイプであるとき、人生の 99% は他力、大きな流れになります。本来みんなそうなのです。今あなたがいる場所、今夜横になれる布団やベッド、それはすでに他力としてそこに用意されています。もうこれ以上アクセクト求める必要はありません。とりあえず眠れる場所があるなら、今持っているものすべては世界から与えられた他力です。そして私はただのパイプ。だからもし世界が素晴らしくなるとしたら、それは勝手に素晴らしくなっていきます。そのために私たちがすることは、
このパイプを詰まらせず、開いたままにしておくことだけ。内側を通っていくものを感じ、世界を感じる。水に手をつけているような感覚で、ただ見つめて気づいている。これがこれからの人類の新しいあり方です。思考が過剰になっていると、私たちはパイプではいられなくなり、必ず掴む手になってしまいます。人のものが羨ましくなり、奪いたくなり、自分で何とかしようと動き続けて結果またダメだったと苦しむ。それを手放して、体の方へ意識を向けてみてください。内側へ意識を向ける。そうすると、私というパイプが出来上がります。このパイプの意識になったとき、人は本当の望み、魂からの望みを感じられるようになるのです。そしてこの魂からの望みは、無意識の最も深い層の流れに沿ったもの。驚くほどすんなりと叶っていくのです。ゆっくりと深呼吸をして、今の感覚を感じます。何かをつかもうとしない。ただ水に手を浸しているパイプのような感覚。この感覚の中にいるときに、私たちの左脳の焦りは消え去っています。そしてこれこそがネドジュンさんの言う、願いがすでに叶った状態のあなたのリズム、あなたの周波数そのもの。私たちはつい外側の現実が変わることを必死に追いかけてしまいます。しかしネドジュンさんが教えてくださったように、順番はいつだって体が先、現実が後。願いを宇宙に投げたら、あとは、もう体の奥では始まってるんだな、と体を信頼し、自分の体と調和していくこと。体に溜まった古い感情、凍りついた層を優しく溶かしてあげること。これが最も早く自然に望む未来へ進むヒントです。体の奥深くには、すでにすべての答えと未来の周波数が眠っています。